こんにちは。旅は自分磨き、小町スタイルです。今回の動画は東京日本橋の中心に位置する日本を代表するラグジュアリーホテルマンダリンオリエンタル東京2階の食で世界を旅するような彩り豊かなインターナショナルダイニングレンタリオが提供するホリデーシーズンを彩るディナービュッフェの模様をお届けいたします。素晴らしい空間でのお食事の模様をたっぷりお届けします。どうぞ大画面でゆっくりご覧ください。皆さんはどんな1年でしたか？2025年も残すところあと10日でございます。2025年はいろいろありましたね。まず私の2025年、私が思う日本のニュースナンバーワンは日経平均が5万円を超えました。イエーイ。なんかさ、よく社長さんのインタビューとかで座右の銘あるじゃん。座右の銘って社長さんとかさ、よくさ、例えば三方よしとかさ、本当に私座右の銘とかないなと思って。なんかさ、それってさ、インタビュアーにさ、座右の銘何ですかって言われてみんな絞り出してると思うんだよね。だからなんかちょっと検索して座右の銘、社長、あんまり使われてないでちょっとこうひねったことを言うとか。私は見切り発車で発言をする人間です。そうだそうだ。座右の銘は見切り発車。でも大谷翔平が MVP であってる。野球はわからないよ。野球はいいよって言われても喋れない。これとこれが美味しいかもしれない。そのレギュラーメンバー。外国人翔平選手みたいなやつはあんまり。はい、なんか野球知ってる風のこと1個言いたかった。ドジャース、ニューヨークメッツ、カブス、バトロス。バドレスは知ってる。あとね、もう一個してる。ソックス、ホース、レッドホースじゃない。ソックス、ホース、レッドホースじゃないの。ソックスが2つもあるの。みんな靴下好きだね。レッドホースっていなかったの？赤い靴下もクリスマス会。シールズ。なんだっけ、ブルーソックス。知らないわ。誰だっけ。インターナショナルダイニングレンタリオはラグジュアリーホテルでありながら肩肘張らず自然体で食を楽しめる空間として知られています。ホテルの格はそのままに空気感はとてもリラックス。これがレンタリオの最大の魅力です。インターナショナルキュイジーヌを軸に日本の季節感を融合。宿泊者だけでなく外部ゲストからの評価も高いレストランです。ホリデーディナービュッフェでは季節感とホテルクオリティの融合。インターナショナルな構成に日本の繊細な味覚と
季節感が自然に溶け込むお料理は、ブッフェとは思えない丁寧さで仕上げられています。どんなお料理が待っているのか、すごく楽しみです。お野菜のコーナーです。新鮮なお野菜がたっぷりですね。はい、オリーブオイルとかドレッシングがいっぱいあります。これね、焼かなくても美味しかったらフォカッチャ大好きです。生ハムたち、プロシュート、人参とオレンジのサラダ。これギリシャ風なサラダです。これ美味しかったです。ヨーグルトとハーブのディップ、アクセントにいいですよ。さつまいもとりんごのクリームチーズソース、きのこ、ピクルスとかですね。マグロのグリル、サーモンのマリネ、スモークダックのサラダ、カニのロワイヤル、グレープフルーツとミント、シーフードとチェリートマトのサラダ、ホタテのテリーヌ。私このキッシュみたいなタルトみたいなやつ大好きです。パテトカンパーニュ、クリスマスですね。ホタテのタルタル、温かいところのコーナーです。サーモンとかいろいろあります。ブイヤベースもありました。はい、グラタンもありますよ。お子様大人気。チキン、牛肉の煮込みです。オマールエビのビスクです。ローストビーフのライブキッチンで目の前で切り分けてくれますよ。さすがホテルビュッフェですね。はい、切り分けてもらいました。デザートのコーナーです。見てください、見てください。なんと豪華な。いやー、心躍りますね。これは後で絶対いただきましょう。はい、まずはおつまみを取ってきましたよ。これはですね、萌えです。萌えのフリーフローがありまして、5800円なんです。グラス1杯は2400円とかだから、全然3倍ちょっと普通に飲みます。では、乾杯です。萌えだ。おつまみ。でもやっぱ普段家で飲んでるスパークリングとは全然違いました。ホテルのブッフェなので、宿泊客の方が来られてるのかもしれません。もうあと5日でクリスマスですね。クリスマスイブってなんか大人になるとそんな気にしなくなる。全部美味しい。フリーフローいいね。
なんかさ、一杯飲んだらさ、手挙げてお願いしますっていう居酒屋スタイルかなと思ったら、半分飲んだぐらいで注ぎ足してくれて、すごく嬉しい。ごぼうのタルタルみたいなのがマグロの上に乗っていて、これまたシャンパンが萌えが進みます。とにかくお酒に合う前菜がふんだんです。カニのムースみたいなのがありました。これ絶対シャンパンに合うよ。いただいちゃうね。カニがムースになってるから、カニの風味がふわふわふわって広がって、なんか海鮮って感じのところにピンクグレープフルーツのこのシトラス感が爽やかに。なるほどね。日本でもさ、お刺身にさ、すだちとか合わせるじゃないですか。そういう感じなんだなと思いました。これ美味しい。これホタテもいっちゃうよ。ホタテのタルタルいきます。しその実がちょっと乗っかってて、それがすごくアクセントになってて、とってもあっさり爽やか。私、ここに来る途中の交通機関の中で、ドリンクメニューをひたすら目を皿のようにしてワインリストとか見てたんですけど、一番上に、シャンパンの泡のページに萌えがあって、まあ萌えね、グラス1杯2400円で、まあ1杯目は萌えにしましょうかねって思ってたんですけど、その下になんと、フリーフロー90分8800円ってあって、めちゃくちゃお得ですよ、これ。しかもすごい見切り発車で、マリオットボンボイのポイントが今溜まってるので、それで払おうという見切り発車できたんですけど、使えるかはわかりません。後半に続く。私今日パーソナルジムに行ってきました。足トレーニングを5種目ぐらいやったので、生まれたての小鹿のように足ガクガクさせて家に帰ってきて、喜び勇んできたので、もうすごいお腹ペコペコあったんですけど、この空腹に萌え。いいですね。リッツ・カールトンのラウンジブッフェから始まり、マンダリンのディナーブッフェで締める。結構いろんなブッフェ行ったけど、ここ好きです。では、お肉もね、いただこうと思います。ちょっとだけお塩もらい。わあ、美味しそう。ローストビーフです。赤身であっさりと思ったら、後からちょっと程よい脂身もじゅわっとくる系です。ワイン肉、上等。オマールエビのビスク。もうって言っちゃった。あ、全然違うわ。ギリシャ風のサラダとかも私すごい好きです。なぜならば野菜が好きなのとタコが好きなのとカッテージチーズとオリーブオイルが好きだから。第2陣の探検に行ってこようかなと思います。第2陣を持ってきました。ちなみに萌えはもう3杯目ぐらいです。これはマグロのグリルです。ニンニクソースがかかってます。これサーモンと牛肉、ローズマリーのフォカッチャとキッシュです。これ見た目が地味なので結構スルーされてるんですけど、マグロがもう外側だけがなんかパリッとローストされてて、中はチュルンと、この付け合わせの大根の酢漬けみたいなやつもめちゃくちゃ手が込んで、これ美味しい。もしかしてこれ一番かも。いや、めちゃくちゃ美味しいよ、これ。あとマグロかカツオかマグロだよね。なんかめっちゃ飲みすぎちゃって。ありがとうございます。ソムリエさんが
たくさん飲んでくださいって言ってくださいました。優しい。私もちょっと喋りたかったな。飲めって言って書いちゃいました。お腹いっぱいになってきちゃった。私好きな言葉ゲストにシャンパンフリーフローっていうのを入れたいと思います。クリームベースのポルチーニが入っているその周りのソース、こちらもキノコのソースしております。上に栗とジローニだけスパイシーなキノコでございますね。こちらもぜひ付け合わせとしてお召し上がりください。ポルチーニラビオリ with クリーミージロール&チェスナッツ。チェスナッツが栗っていうのは知ってます。これが優しいトリュフって感じだね。なるほどなるほど。このジロールタケっていうこのマッシュルームの種類が結構トリュフと松茸の兄弟みたいな匂いがします。全部ルーニーです。なんで全部上から下までこのスカートもルーニーかっていうと、ちょっと仕事で雑誌の取材があって、私ろくな服持ってなくて、あれやばい今週末だと思って、比較的昼休みに行けるまともな服屋で、今週末着れる服上から下まで揃えてくれって言ってこの結果だったので、でも私の意思はここにありません。私はファッションは苦手です。好きなものは食べること。苦手なものはファッションセンス。どうも小町スタイルです。生きるな。今2025年の12月なんですけど、もうあと2週間 ?3 週間ぐらいか。年始1週間休暇を取ってクアラルンプールとランカウイ、マレーシアに行きます。行っちゃうぞ。どのホテルに泊まるかとか、何食べるかとか、どこ行くかとかは動画を見てください。おすすめの場所とか、これは食べた方がいいよっていうのだったらコメント欄に書いてくれるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。1本分ぐらい飲んじゃいました。そうですね、少しで。少し。ありがとうございます。テーブル担当の方にフリーフローめっちゃお得ですねって言ったら、実はそうなんですよ。常連の方だとフリーフローで一人で2本飲まれる方もいますって言って、で、もうすぐ1本ですよって言われて、頑張れみたいに言われました。6時から来てたら2本いけたかもね。あ、違う。90分制だからそれはできる。90分で2本飲める自信のある人は、ここめっちゃおすすめです。だって前飲み放題ってめったにないよ。お腹いっぱいになってきちゃった。でもデザートに胃を1割開けておこうと思って。あと今日めちゃくちゃゆるい服で来たから。デザートのコーナーに行ってきました。ウィリアーナ2021年これを1杯分注がせていただきます。こちらで。もう大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ねえ見て、こんなにさ、ケーキいっぱい。ちなみに1月のリッツ・カールトン福岡の動画を見てくれた人、はーい。ありがとうございます。あそこで出されたアジム、安心インって書いてアジムって読む。大分県宇ア佐市のジムが気に入って、今家に2本あります。年末年始はそれも飲みます。じゃあ、このチョコレートムースみたいなのまず。じゃあこれ結構いいと。ビターのチョコレートムース。大人な、めっちゃビター。これは赤ワインが仮にあったとしたら、
赤ワインもおすすめだったし。うん。クリスマスだし、ブッシュドノエルに行こうと思います。特に気になるこの辺から行きます。もう、断面、ほぼ、クリーム。うん。なんか普通のブッシュドノエルってもっと木の年齢みたいにロールケーキが入ってるやつかなと思って、これなんかムースです。土台。ホテルブッフェにいいのはデザートに手抜かりないとこで。ピスタチオのなんちゃら、まあ、沖縄のミランってデザートベッフェした時に同じようなの食べたし、あと鉄板焼き店に行った時のデザートブッフェでも同じように食べましたが、ピスタチオが密かにずーっとブームです。うまいよね。もうこれ100点です。マンダリンオリエンタル東京は2005年、今から20年前にマンダリングループの初の日本進出としてできたホテルです。あともうマンダリンの中ということですごく落ち着いた空間、ちょっとロビーっぽいんですけど、随所にマンダリンの接遇が行き届いていて、もうこんなシャンパン飲み放題で来たぜみたいな客にもすごく優しくしてくれて、ちょっと飲んだらついてくるちょっと飲んだらついてくる。私は個人的にはお酒を飲む大人なので、もう質の良い前菜おつまみみたいのがちょこちょこあって、それがもうなんていうちっちゃいマグロを2切れの手間暇かけてローストしましたみたいな小皿で何度でも取り放題だと後の方向ほど上がるので、あと本当にわっさーっとしてないの、ビュッフェ台にわっさーってあれはすごく嫌いです。ここはすごく良かったです。あと接遇が本当に良かったです。ちゃんと各テーブルに1人ワインを頼めばソムリエさんがついてくれるよ。なんていい。だから私も1月にクアラルンプールのマンダリンに泊まるのがとても楽しみです。心も満たされた。そんなんでした。はい、まっすぐな微笑みずっと